新ヒーローペッカ。DPS600。これ、バランス調整後のババキンと一緒。HP1 万。まあ、高いよね。普通に。で、12000っていうのが特性で、アップする体力になってます。ファイターらしいステータスはしてる。で、パワーね。パワー1。まあ、巨大な剣を地面に叩きつけて衝撃波で攻撃っていうところで。まあ、普通に強い攻撃。で、パワーが2になると、衝撃波が爆発を起こすみたいな感じで、2秒後かはどうかちょっと定かじゃないけど、おそらく追加攻撃をね、起こしてくれるっぽいんで。で、パワーの3が、パワーのチャージ速度 15% アップ。まあ、これはね、でもまあ、これを見越した多分性能してるから、そんなに気にならないけど、ウィザードとかと組み合わせた時にどれだけチャージできるかっていうのは気になるところ。パワーのレベル4が、パワーの威力 20% アップして、さらに範囲拡大。だからこの衝撃波の威力と範囲が上がる。だからここもまあ、この3、4は多分、これを見越して作ってるから、まあまあ、そんなに気になるところじゃないと思う。で、衝撃波を受けた時は、攻撃速度と移動速度が低下。これ強いよな。ペッカ自身も足遅いけど、最後の一撃逃さないっていうのはありそうなんで、ヒーローに当たったらマジで大ダメージだろうね。特性見ていきましょうか。特性1。通常攻撃の3回に1回がクリティカルヒット。攻撃速度バフ。だからポーションは必須だね。攻撃速度バフを乗せたいから。ポーションは必須。与えるダメージが 50% アップ。クリティカルヒット当たると蝶々を獲得。蝶々1匹ごとに 3% 火力アップして最大 60% だね。でもね、通常攻撃の火力がちょっと上がる。50%、ちょっとじゃないけどね、上がるんですよね。で、このクリティカルヒット当たると蝶々を獲得なんで、なんかこれがさ、火力、だから試合の終盤ずっとなんか火力上がった状態で戦えるのか、次のクリティカルヒットで、なんかどういった具合にこの火力を吐き出すかだよね。どういった具合に吐き出すかがちょっとわかんない。衝撃波で吐き出しちゃうのか、試合中ずっと溜まり続けるのかちょっとわかんないけど、最大 60%。強いでしょ普通に。だからモンスターで溜めまくってヒーロー直落としっていうのがまあ想像できるね。で、蝶々を獲得すると回復っていうのが性能3でつく。して特性の4ではペッカの HP20% アップ。特性の5でクリティカルヒットの威力 30% アップ。クリティカルヒットちゃんと溜めてって蝶々集めて衝撃波ズドン、ヒーロー直落としみたいなのが強いんだろうな。やっぱ特性でさ、ババキンとかアチャクみたいにファイターバフとか、ファイターを入れる必要がないよね、ペッカは。だからフランケンはまあ、いらなそうだし、オプティマスもいらなそうだし、いらなそうっていうかね、無理に入れる必要のない。ファイターだからっていう意味で入れる必要はないね。他の能力が欲しいんだったら入れる必要はあるけど。ターボさん、ペッカはスタンもノックバックも受けない。ターボ使用で移動速度 130% アップ。足の速さは多分一番遅いくらいで考えておいていいと思うな。問題はこれですよ。ペッカはスタンもノックバックも受けないってところなんで、まあ、アチャクイが X スナイプで近づいてきても、ペッカ自体にスタンは効かないから、衝撃波だったり、クリティカルヒットで一発狙うっていうのもあり。で、スパイクに関しても、サブキャラを犠牲にしつつもペッカの一発だけでねじ込めるっていうのがあると、まあ普通に強いよね。ロアキンのデリバリーとかのノックバックも受けないから。ヒーローがスタンとかを受けないっていうのが一番重要で、ヒーローがスタンを受けると動けないんだよね。サブキャラはどんだけスタン食らっててもいいんだけど、ヒーローがスタン食らってると移動できないから。で、移動できるってことがやっぱ重要だから、そこがまずやっぱシンプルに強いと思いますね。で、残りの2つは一緒です。ターボチャージが 15% アップ、ターボ1個付与。ババキンとかチェクと一緒かな。リーグだと、スパイク、ヘルト、ソニック増えてペッカ使ってエミサで負けそう。これはね、確かにあり得る。ペッカとは戦わずに、もう、足の速さでどうにかしますっていうのは出るだろうね。まあ、アーケードとかはちょっと、触ってたけど、ちょっと、アーケードとかさ、もう映像が流せないから、動画で伝えようがないよね。なんかちょっと見て思ったのは、なんか、ウィズの能力が重複してるっていうところか。で、ルーレット宝箱は、これは、ランダムでサブキャラで選ばれるから、ヒーローの素の能力がちょっと試される気するね。ナックルズとディガーとか来たらもう終わりやん。だからヒーローの能力が試されるよね。マジでこれで、モーティス使ってルーレット宝箱でディガーとか引いたらもう終わりよ。はい。スキンです。アーケードスキンは、モーティスババキン衛星兵。これはね、アップデートで流れてたと思うけど、ウィザードヘビーマックス。この辺もあるそうです。で、言うのは映像でチラ見えしてた、バーバリアント B に金色と銀色のスキンがつきます。星2かな星2で金銀スキンなんで、この辺のスキンも入手方法どうなるかわかんないけど、楽しみですね。そう。ゴブリン。宝箱を開けるたびにコインの枚数。この辺は、喋ったんでね、前回の動画で。ユーノのレベル5です。コインの獲得時間が3秒に1回だって。星1、星3では5秒に1回攻撃するたびにコインを3枚獲得するんだけど、それが3秒に1回。どうなの？強いの？マップに左右されにくくなるんだったら使う価値はある。アイスウィズは
アイスファン通常攻撃で、攻撃速度と移動速度低下。まあ、これ次第です。これのどれくらい下げてくれるか。そんなに攻撃速度と移動速度下がんないんだったら、他のやつ使います。結果、アイスウィズで移動速度、攻撃速度低下させる編成はちょっと強そう。ニタ。これだよね。ニタ絶対強いよね。ブルースがいるとダメージ軽減。まあ、どれくらい軽減してくれるかによるけど、まあ、モーティスではもう絶対入れた方がいいでしょ。ハムはですね、これ正直弱いっしょ。ハムは正直弱そう。スーパーレアな以上さ、試合の終盤にしか出ないじゃん。試合の終盤にしか出ないのに、ヒーラー役が。きつくない？せめてレアじゃないと。試合の終盤にしか出ないからさ、ヒーラーとして。出にくいからさ。じゃあ初期サブキャラに入れればって思うけど、初期サブキャラにヒーラーはなかなか入らんでしょ。マックスとかレオンとかウィザードを差し置いて、なかなか初期サブキャラには入らないでしょ。そもそもヒールステーションの回復力が弱い。ポコでいいもん、結局。パムじゃなくてポコでいいもん。パムどうこうよりもポコでいいもん。鶏。宝箱を開けた時にターボ物2個獲得。ターボ移動速度で、ターボ使って移動速度ね。まあ、モーティスでしょ。モーティスは鶏合いそう。でも鶏はどのヒーローでもいいからね。テッカでも入れるよ。シェリー、アチャクリ編成ね。シェリーはもうアチャクリだけなんで。多分。ネクロ。ネクロはスケルトン強化ね。モーティスだけ。ソニックとババキンのバフくらいですね。で、ババキンとモーティスはまあ使ってみようってくらいですね。最後のサボテンボム強化。サボテンボムでパワー2ね、強化というか変わんないけどね。変わんないです。今までも一緒です。これは今後開催予定のタイマーが表示される。次いつ来るかっていうのが分かりやすくなるっぽいです。っていう感じか。まあ一通り見ましたか。あの夜も